まず水汲みます。アルカリイオン水無料サービス。専用の容器を買って機械に入れてボタンを押します。日本のスーパーは安全な水が無料です。無料水をゲットです。品は258円。日本の街にはゴミ箱がないので、食べ物を買ったら買った店でタッパーに移し替えて包装容器を店のゴミ箱に捨てます。これで車中泊のゴミ問題は解決しました。車にゴミを持ち込まなければ車中泊のゴミはなくなります。ゴミを持たない暮らしをします。見てくれてありがとう。塚さんです。水害で住まいを失ってから軽バンで土地あり車上生活をしてます。僕の動画は検索から消されてしまうので高評価ボタンを押してください。今日は河川敷で年越しそばを食べます。川に向かいましょう。着きました。お寿司いただきます。美味しいね。寿司。僕の動画は長期車中泊の動画です。で、車で毎日生活するにはそれなりの荷物が必要です。日本一周とかの、車中泊旅行を考えている人はまず環境に慣れることを第一に考えた方がいいと思います。とにかく車中泊は湿気がすごいんですよ。で、アイドリング禁止条例のせいで AC アイドリングできないからエアコンかかんないんですよ。暖房もかかんないしクーラーもかかんないからね、結構過酷なんですよ。夏は死ぬほど暑くなるし、冬はもう凍えるほど寒くなるんですよ。結構慣れるまでしんどいです。なので夏は北海道に行って、で冬とか寒くなったら九州とかを旅行するような計画を立てた方がいいですね。でもね、九州は台風がすごいひどいから、台風シーズンは九州行かない方がいいですよ。台風シーズンに九州行ったんですけど、ものすごい風で体育館に避難させてもらいました。ありがとうございます。で、衣類ですね。衣類は蓋付きのケースに入れて、こう湿気から守らないとダメなんですよ。夏服を1箱。で、冬服を1箱。で、着終わった服はビニールの大きな袋に詰めて、また同じ箱に戻します。週に1回コインランドリーに行って、こう、洗って乾燥させて、
ケースにしまいます。で、食事なんですけど、昼ご飯は、こう、地元のランチが安いから、地元のランチを食べます。でも最近はね、ランチっていうか食堂じゃなくて弁当を売ってるんで、その弁当を買って食べ、食べてますね。で、朝と夜は自炊。で、食堂とかスーパーとかそういうのがないところが結構あるんですよ。こう、山奥の温泉とか行くと、もうほとんどスーパーとかね、コンビニすらないですしね。で、海っぺりも国道からそれると、もうほとんどお店ないんですよ。なので、乾燥したものをストックしておきます。で、こんな感じでストックしてあるのが、お米とすりごまとお茶漬けと炊き込みご飯の素、あとパスタソース。袋麺もこの中入れるね。で、増えるわかめ。で、この辺で調味料、塩、胡椒、コンソメ、固形カレー、固形シチュー、コーヒー、あと魚肉ソーセージを積んでます。で、これが夏服。で、この下が冬服が積んでますね。で、水。水はスーパーの水を汲んでます。で、マットなんだけど、マットは分厚い銀マットを買った方がいいです。緑色のよくあるキャンプで使うボコボコマットは毎日寝ると半年でもうぺっちゃんこになって寝心地がもう最悪、板と同じですよ。になっちゃうんですよ。ポコポコしたやつ。あれはね、持ち運びするために波打ってるだけなんで、車中泊とかだと持ち運び絶対しないから、分厚い銀マットが最高ですね。エアマットとかもあるんですけど、エアマットは毎日使うとどっかしらに穴が開いて、突然ね、使えなくなっちゃうんですよ。僕、結構体重が重いんで、朝起きたらなんか、漏れてペラッペラになってたの。なんか体痛えなーとか思ったの。結局銀マットが一番いいですよね。で、あと、寝袋を買った方がいいです。布団はね、しまうときね、しまい寸法がでっかくなって、調理するじゃないですか。で調理する火をつけると布団に燃え移っちゃうかもしれないくらい、布団がかさばるんですよ。あんまり、布団はね、使わなくなりましたね。もう最初布団使ってたんですけど、それで、なんか、これ火事になったらやべえなと思って、布団は使わなくなりました。ダイソーの1000円寝袋。あれね、春先とかね、秋口とかに結構快適です。ダイソーの寝袋結構快適で、冬はね、やっぱ、冬用の寝袋が一番いいですね。で、今、マイナス5度まで対応っていう寝袋を使ってるんですけど、マイナス5度だとね、だいたい0度で、もうダメなんですよ。寒くて寝れないんですよ。だから、もうマイナス10度の、登山用のモンベルのね、いい寝袋を、ちょっと買い替えようかなって今すごい考えてますね。カーテンね。これ最初はカーテン絶対必要なんですよ。最初だけ。で、僕なんかは、もう慣れちゃったんで、カーテンはもう捨てちゃいました。その代わりに、マジックミラーフィルムを貼ってありますんでね。外からは見えないんですよ。で、夜はライトをつけなければ、外から見えないんですよ。マジックミラーだから。でも、中でライトをつけると、外から丸見えになるんですよ。まあでも見えてもどうってことないんですけどね。おっさんだし。これがね、若い女の子とかだと、やっぱ見えると危ないでしょ。だから絶対つけといた方がいいですよ。でもおっさんはね、おっさんは誰も見ないから、おっさんは誰も見ないからね、カーテンとかいらないよ。いらないですよ、本当に。なんつうの、生活道具っていうの。お風呂セット、髭剃り、クリーム、歯磨きセット、タオル。
7枚を1箱に入れてて、で、もう一つ、薬箱とか雑貨とかの箱があるんですよ。この箱には、薬箱にはね、薬箱っていうかまあ雑貨箱だね。で、風邪薬、痛み止め、下痢止め、目薬、絆創膏、消毒スプレー。で、虫がね、結構入ってくるんですよ。で、その虫対策に、キンチョールと蚊取り線香と虫除けスプレーと、こう刺された時のね、かゆみ止めが入ってますね。あと、電化製品で、僕はビデオ撮るから、カメラ、カメラ、電池、パソコン、ライトね、充電のセットとかも一箱に入ってるね。あと食器が一箱。であとは釣り道具が入ってるんですよ。釣り道具3箱なんですよね。ちょっと多いよね。減らさないとな。で、まあ持ち物的にはこんな感じです。で調理の、これね。これ調理の燃料にね、最初カセットガス使ってたんですけど、やめて、豊臣の石油コンロ K3F で調理してます。で、ガソリンスタンドで灯油が買えるし、ゴミも特に出ないんですよ。で、しかも、安い100均とかで買う、ガス缶、ブタンガス缶ね、を使うと、氷点下で火がつかないんですよ。安いガス缶って。だから、お高い混合ガス、イソブタンが入ってる混合ガスっていう極寒用のカセットガス缶を使わないとつかないんですよ。であとライターとかも0度以下だと100均のライターつかないんですよ。ガスが。安いガスだから。氷点下になってたら、脇の下でこう挟んでライターを温めてからつけないとつかないんですよ。YouTube で車中泊ね、雪中車中泊って言って雪の中車中泊をするビデオをアップロードしてる人が結構いるじゃないですか。で、そういう人は極寒用のすげえ寒いところでも火がつくよっていう専業のお高いガスを使ってるんですよ。だから火がつくんですよね。それを知らない人が真似をして安い100均のガスのまま雪中泊、車中泊で雪の降る中車中泊をすると火がつかなくて悲しい思いをしちゃいます。本当にね、0度以下だとカセットコンロのガスは登山用とか極寒用の混合ガスじゃないとつかないから、ちょっと注意ですね。あとほんと湿気がすごいんです。調理すると車の中がもう湿気ですごい蒸すんですよ。お湯沸かすとね。調理しなくても寝て起きるともう内側がすごい湿ってるの。ガラスの内側びちょびちょ。温泉上がりの湿ったタオルとかを車の持つとこにかけるってさ、吊るして乾かそうかなと思った日にはね、そのタオルだけでもうすごい湿気がすごいの。だから着替えの服は本当にケースにしまわないとジメジメになっちゃいます。で調理するときはこれ火使うから窓を少し開ける。窓っていうかハッチバックね、ここの後ろを少し開けるんですよ。で開けると虫が入ってくるんですよ。虫除けでね、蚊取り線香は絶対必要ですよね。で、アロマ蚊取り線香っていう香り付きのやつがお気に入りです。たまにね、蚊じゃないアブっていうね、なんかハエの親分みたいなでっかいハエがね、入ってくるんですよね。その時のために、キンチョールとかが必要ですね。あと、ハチとかも結構入ってくる。キンチョールないと危ない、結構。アブってね、なんかでかいハエでさ、ガブリって噛んでくるんだよね。あ、痛えっつって、噛まれたって。刺すとかじゃないの。なんか、牙であぐって噛んでくるの。びっくりした。で、夏の昼間、
は、もう車の中いられないんですよ、暑くて。だから、図書館で涼んだり、イオンとかあったらスーパーとかで涼んだり、まあ、大体ね、昼間は僕お風呂入りに行ってるんですよ。だからお風呂で過ごしたり、基本的に車の中いたら熱中症で倒れちゃう。もし、病院行きになっちゃうから、やめた方がいい。ぽっくりいっちゃうから。で、夕方ね、夕間詰めとかね、夜に夕方に釣りをしたりしますね。というかね、夏に車中泊なんてしない方がいいですよ。眠れないから暑くて。で、冬は冬で、全部を電気に頼らない方がいいです。長期車中泊だとね、いくらソーラー充電って言ってもね、曇ってる日とか、結構続いたり、雨の日とか続いたりすると、充電がなくなっちゃうんですよ。電気毛布使いたいなっていう寒い時に使えなくなるんですよ。もう凍えてね、震えて眠るしかないんですよ。だから、冬は、もう、マイナス10度とかマイナス15度対応の、登山用の寝袋が今、たくさんありますからね。それを使った方がいいです。電気毛布頼りは、絶対やめておいた方がいいと思う。長期車中泊はね。一泊二日とか週末だけだったら電気毛布で全然いいんですけど、長くなるとね、もう充電できないんですよ。どうしても。天気によっちゃいますからね。その時凍えて、マイナス10度なんて本当投資しちゃいますからね。使えなかったら、電気毛布使えなかったら投資しちゃいますから。春とか秋とかの寝袋はダイソーの寝袋で本当十分ですよ。寒くないから。あとね、持ち物とかには関係ないんですけど、風が強い日ってあるんですよ。風が強い日は、僕、車酔いとか絶対しないんですけど、車酔いしちゃいましたね。酔いしたっていうか、車から降りた時にもうよと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 、ふらふらしちゃいましたよ。車のサスペンションで、風が吹くと、こう、結構揺れるんですよね。で、揺れると、もう、まあ寝て起きたら、もう揺れ揺れですよ。世界が揺れてるんですよ。もう、あわわあわわっつって。酔ったよたですよね。だから、風が強い日は、もう我慢しないとホテル泊まった方がいいです。台風の日とかね、絶対ホテル泊まった方がいいですよ。まあそんな感じですね。それじゃあね、年越しそばを食べましょう。できました。年越し天ぷらそば。ネギ多め。年越しそば、いただきます。美味しい。もうストーブもあったかいね。ぬくぬくですよ。ごちそうさまでした。スープ全部飲むっていうね。もともとね、スープをね、薄味に作っておけばね、全部飲めちゃいますから。飲んでください。その辺にバーって捨てたらダメですよ。ということで、今年も本当にありがとうございました。また来年も頑張りますんでね。ちょっとね、明日、山登りして山の上から日の出を見たいので、もう今日は暗くなったら寝ちゃいましょう。
もう寝ますんでね。はい。それでは以上です。またね。バイバイ。